おはこん。おはこんばんは。It's Seg and Bren。で今日は超久々に、アメリカと日本のいろんな違いっていうのをここで喋らはここでここで話していきたいと思います。はい。これさ、昔の動画とかではさ、よくなんか日本とアメリカの文化の違いとか、なんかアメリカに来たばっかだったからさ、そういういろんな違いをやってたよね。なんか日本人にしか分かんないこと、アメリカ人にしか分かんないこととか、そういう感覚の違いっていうのを昔はよく動画に撮ってたんですけど、なんか久々になんかやってみようかってなったね。違いをアッシュ先生今撮影してるんですけど持ってきてくれたのありがとう。ほらおやこれすごい気に入りなんだよね。このおもちゃ自分で持って自分で遊んでるいつもね。ほらあららららどこ持ってっちゃった。なんか今回はね、自分がちょっといろいろ感じたことをまとめたので、それをブレンにシェアしていきたいと思います。はい。なんかいろんな分野に分かれてるんだけど、とりあえず接客っていうか、なんかその買い物行った時とか、そういう時にあるあるね。OK。これ昔話したことあるかもしれないけど言ってくね。お会計の時に結構話すとか、スモールトークね。そう、スモールトークって言われるやつなんだけど、最初にお客さんとか言ったらなんか How are you? とか、ね、今日元気どうとか言って、I'm fine とかいい感じとか、人によったら眠いとか疲れたとか、いろいろそういうちょっとちっちゃい会話をするね。結構するね。しない時がないもんね。何かは言うね。しないとちょっと失礼って感じがしちゃうよね。ね、人によっては結構長く話す人いるよね。いる。なんかこの間スーパー行って鮮やかな柄のワインを買ってたけど、なんかこれすごい綺麗だねとかってなんかおばさんずっと話してた。なんか最初のなんか挨拶だけする人もいれば、もうお会計が終わるまでずっと話し続ける人もいるよね。日本だと結構あんまし見ない光景かな、コンビニとかだと特に。外国人には話しかける人はいるかもしれない。なんかなんかお財布についてるチャームいいですねとかって結構言って、でもね、日本人同士だとあんましないかな。コンビニでそばを買うと、日本のおばあちゃんがなんかそば好きなんですね、偉いですねとか健康的ですね。それはなんか想像つくわ。そう日本人に言わないでしょ多分。なんかもうおばあちゃんとか結構話しかけてくれるイメージだね。あとはこれもつながるけど、その話す時とかにその身につけてるものを褒めてくれたりとかする。例えば今日黒着てなんかあんまし面白くない服だね。ほら自分の服は今日はこのミッキーとかミッキーが書いてあるやつなんだけど、こういうの見てなんかディズニー好きとかさ、ミッキーそれ可愛いねとか普通に話しかけてくれる。なんかお医者さんに行った時とかも、なんか待合室で待ってる時とかにその靴いいねとかなんかその服いいねとかそういう風に言ってくれたりするから、それは結構好きだね。フレンドリーな文化だね。あと仕事についてだと結構有名だけど、敬語があんましないってかないじゃん、英語には。だからなんか結構話しやすい。そうね、普通に話したら大丈夫。なんかいちいち敬語を探さなくてもみんな年関係なくフレンドリーに話せるから、それはいいなと思う。次はファストフードについてなんだけど、マックの違い。なんか日本で働いた時とかってマックって結構アルバイトの中でも結構トップクラスのレベルなんだよね。マックで働いてたっていうと、面接時とかも結構そうなんだみたいな。でも日本のマックって結構厳しいっていうかさ、いつも笑顔でとか、なんか日本で求められてるものがマックの教育に結構入ってるからなんでだろうね、それ。何なんだろうね。なんか笑顔でとか丁寧に親切にって感じだから。でもアメリカに来た時ちょっとびっくりしたもん本当に。なんか何このマックの差と思った。なんかアメリカだとその場所によってすごい差が激しいよね。いいマックがあれば何このマックっていうのもあるよね。多分日本はほとんど基本的にどこ行っても平均的な接客はしてくれるかなと思う。あとイメージもいいもんね、マックの日本だと。そうね、どっちかっていうともう仕事を探せない人がそこで働くっていうイメージがあるかもね。ちょっと良くないけどね、それが。でも
どの仕事も素晴らしいね。もうそうだからね、そういうのを言っちゃいけないけど、そうだよね。なんかそういうステレオタイプがあるかもしれない。あとこれは個人的に思ったことがLINE をあんまし持ってない。 LINE？ 結構なんかさアメリカに来るまで LINE にアジア中心ってのあんまし気づいてなかったかもしれないなんか日本だと LINE みんな持ってるじゃん。そうだからここで友達ができた時とかになんか Do you have LINE? っつって LINE 持ってるって聞いてもなんかみたいな What's that? 何それみたいな感じになってあーっつって、でもなんかその台湾の友達に聞いたらもちろん持ってるよみたいな感じだったし、アジア系の友達とかは結構持ってる LINE だけど、こっちだとみんな電話番号やっぱり聞かれるね。電話番号教えてっつって、でメッセージで連絡取ったりとかするから、いまだにねちょっと古いと思うけど、これはなんかまあ日本でも言えるのか分かんないけど、場所によっては冷房が効きすぎてるから、夏でもセーターとかカーディガンとかを持ってく、結構日本だとそこまで気にしたことがなかったから。あと夏だとさほらエコ節約でさ、あえて弱冷房とかにしてるじゃん、電車とかも、だけどこっちではあんましないかな、まあね、なんかちょっと冷房強いよねアメリカ、映画館とか寒い。そう映画館だね、でもなんかそれ昔から変わらなくて、なんか小さい時とかよく寒いからなんか夏でも映画館行く時はパーカーとか持ってった方がいいかもとかお母さん言ってたし、自分たちいつもブランケット持ってくもんね。ね、そうだね、カバンに入れて持ってった。そうカバンに入れたり、あとまあ上着のジャケットをちょっと持ってってこうやって上にかぶせたりとかしてたよね、だって寒いんだもん本当に。寒い。そう忘れた時とかさ、寒すぎて集中できなかった時とかあったから、もうそれ以来ちょっと怖くて持ってったりしてるね、親のね実家も寒くて夏でもなんかパーカー着てたね。あとなんか動画編集しにカフェ行った時とかスタバとか行っても結構寒いから着てたよね。なんか薄いなんかセーターとりあえず持っていくって感じ、あとは遊びに行く時とかは車移動が多いってこと、結構日本だと、自分が住んでたのは東京とか埼玉ら辺だとかまだなんか電車とかバスで移動できるんだよね、だけどこっちだとバスはあるけど時間通りにはあんまし来ないし、そんなに多くないし、友達ん家行くのにも遊びに行くのにも絶対車が必要かな。そうね、駐車場も無料の駐車場はあちこちにあるし、日本みたいに都内のちっちゃいなんか3個しか止められない駐車場とかそういうのはあんましないんだけど、そうでもやっぱり何かとめんどくさいよね、車は。そうね、考えちゃうよね、お酒もいっぱい飲めないし、そうあとはなんかこれはなんか結構あると思うんだけど、高速道路とか、道端に靴がめっちゃ落ちてるそれね、なんだろうねそれ。そうなんか靴がやっぱりなんか自分の中で一番多いなって思って、その他にもなんかそのマットレスとかさ、こんなでっかいマットレスとかソファーとかなんか車の座席の一部みたいなのもボンと置いてあるし、どうやってそこに捨てたのっていう謎。高速道路の上にも置いてあれば、あと普通の道路にポンポンポンって置いてあって、今日写真撮ったやつがあるけど、片方ハイヒール片方、ブーツ片方、ちょっとなんかいつもね片方なんだよね。そうね、だからなんか不思議だなっていつも思う。どうやってみんな靴捨てるんだろうって思っちゃう全然わかんない謎だから。なんかアメリカでもしドライブとかさする機会がある人がいれば、なんかその道に落ちてるなんか物をそう注意してみると結構楽しいかも変なアトラクションだねそれ。そう日本もね落ちてる時あるけど、なんかそこまで変なの落ちてないかな。ソファーとかあんましなんか高速道路の上とか落ちてないじゃん。見たことないね、あってもなんか誰か車からね捨てたコンビニのゴミとかさ、ペットボトルとかそういうのはあるけど、たまにでも変なところにゴミ捨ててあるけど、なんか森の中とか。そうね。でも道には見たことないと思う。そういうの。
またね、でも今回久々にこの日本とアメリカの違いっていうのをやったけど、またいろんなのね、昔みたいに思いついたやつ撮っていこうかなと思います。そうだね、撮っていこうね。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。はい。もしこの動画面白いな、アメリカと日本の違いこんなのがあるんだと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。お願いします。あとは概要欄の SNS、ブログ、TikTok、グッズ、あとは私たちの郵便先もあるのでチェックしてみてください。お願いします。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。アシュ先生、ちょっと